反対側から子供の顔が飲みすぎないでねって書いてあるんですけど、これ 200ml 入ってるんです。カップのいいところを見つけるようにしてたら多分無限に出てくる。可愛いっていう視点で見ていただくとまた世界が広がるかも。おはようございます。浅沼と言います。よろしくお願いします。揚げたての天ぷらと一緒にカップ酒が楽しめるっていうお店がありまして、天宝というお店なんですけど、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは。すいません。すいません、いただきます。カップ酒なのにコスパがいいとか、カップ酒だけどこれぐらいランクが高いものが入ってるっていう楽しみ方されてる方もいるんですけど、美味しいかどうかは人それぞれになっちゃうので、私はカップの方メインで可愛いっていう一点で楽しむ。はい。数本ってご依頼だったんですけど、決めきれなくて、15本ぐらい多分持ってきてます。なぜか日本酒のカップにはその植物の名前が書いてあるというものなんですけど、これはスズランの柄でスズラン入ってる。こっちはアネモネの柄でアネモネってちゃんと入ってるんですよ。なんでかなってずっと不思議ではあるんですけど、これはですね、さくらんぼの柄もありまして、これはどっちも北海道の酒造さんなんですけど、別にリンゴ味のお酒が入ってるわけでも、さくらんぼ味のお酒が入ってるわけでも、ましてや別に北海道その有名な産地というわけではないのに、フルーツの柄のカップに日本酒が入ってるっていうのがあって、これもまたすごい不思議なんですよ。始めたのは多分2017年か18年ぐらいなので、もう5年くらいかなと思うんですけど、もともとお酒を飲むのが好きなんですけど、さらにそういう可愛いのがあるらしいっていうのも知ってはいたんですけど、たまたまお店で並んでるのを見て試しに買ってみたら、そこから歯止めが効かなくなった感じですかね。ディスプレイしてるものもありますし、大きめの箱に敷き詰めてっていう感じでまとめて保管してます。200本以上くらいですかね。お待たせしました。これが夏野菜のかき揚げと、これが半熟卵の天ぷら。この夏野菜とかき揚げにこの秋っぽい柄のを一緒に飲むっていうのがちょっと楽しい。家でラーメン食べる時とか、あと餃子食べる時とかにちょっとこの辺のカップにお酒を入れて中華感を出すっていうのとか、これでも最近珍しく新しく出てきたカップ酒ですね。なんかラーメン女子みたいな方がいるらしくて、その方とコラボした佐野ラーメンに合う専用の日本酒っていうコンセプトらしい。こっちも私すごい好きで、岐阜県なんですけど、上野にパンダが来た年に作られたカップ酒らしくて、来たから作ろうっていうきっかけで作っていいんだって思いました。この白鳥のものなんかは紹介した時に SNS 通じてこの酒蔵さんからコメントがあって、50年このデザインでやってます。
半世紀変わらないデザインすごいなと思いました。アンテナショップをよく都内で巡ることが多いので、地方のカップ酒とかそれにはお酒のあてとかそういうの結構あるので、たまにその銀座とか有楽町とかあの辺りのアンテナショップもあることが多いんですけど、絶対に人は一緒に連れて歩けないと思いますね。1回で何か所も回るので、ちょっとこの長距離に付き合わせるのがちょっと申し訳ない気持ちになりそうで、一人で移動することが多いかもしれないですね。ここが川崎のアトレにある振る舞い屋というお店なんですけど、信州とか、北陸の方のお酒に強い酒屋さんですね。でここもすごいワンカップがたくさんあるので、久しぶりにちょっと今日来ました。日本酒のタワーになりますね。可愛いですよね。また鹿そう、これは福井だったかなですね。なぜかカップ酒の鹿はまつげパッチリなのが可愛いんですよね。なんかわかんないんですけどパッチリなんですよ。可愛いです。これがあゆまさむねさんって言って、鮎の塩焼きに合う日本酒を作ってるっていうちょっと変わった酒造さんなんですけど、こちらが出してるカップ酒ですね。お酒の中を鮎が泳いでるっていうのがすごいいいですね。これもちょっと面白くて、この下が種類によってサッカーしてたり野球してたりちょっと違う子がいるんですよね。そうなんです。サッカーですね。色が違うので色によって違う。あ、よかった、違う。これ野球してる子ですね。ここが北斗七星の形になってるんですけど、それがちょっとこのお酒のきらめきで星もちょっときらめいて見えるっていう仕掛けがたまらないですね。単純にこれ可愛いのも可愛いなと思うんですけど、これ引き算の仕掛けみたいなのもすごいグッとくる。シールなんですけど、もうこのビカビカのこれはすごいな。加賀百万石って感じですね。どうやってるのかなこれ。銀色のフィルムの上に多分白を印刷して、その上にカラーの印刷ですかね。もしくは銀箔押しなのか、ちょっとここは金の印刷だし、ちょっとモリモリすぎてもう分かんないですね。ちょっとめちゃくちゃ贅沢な仕様なので買ってみようと思います。集め始めた最初ぐらいはもうあからさまにっていう言い方もあれなんですけど、誰が見てもすぐ可愛いって思うようなものを集めてたんですけど、だんだんとなんか買ったものの可愛いところを見つけるっていうスタンスにちょっと変わっていきましたね。これはもうまさに北海道の酒造さんなので、分かりやすくこのカニ、昆布、酒、もうカップ酒って多分回転させながら印刷するっていう方法をとっていて、この緑色の版の上から赤いデザインを印刷するっていう、この中の方を見ると分かるんですけど、これは完全に重なっているんですけど、緑の上から赤を刷ってるっていうのが分かると思うんですけど、やりようによっては赤と緑が重なってる部分を、緑の部分を抜いてしまって赤をそこにのせる。そうするとこのちょっと混ざった色にならずに綺麗に仕上がるというやり方も取ろうと思えば取れるんですよ。でもそれをしないでこれはもう重ねているので、なんかその版を作るデザインした方もなんですけど、その版をこうしようって決めた方のお話とかもいつか伺いたいですね。静岡の酒造さんなんですけど、これはガラス瓶作って、このちょっと半調になってるようなのがブルってあると思うんですけど、これは薬剤をかけてここだけフロスト加工していて、その上からグレーと青の印刷をしていてっていうものになるんです。さらにこれは東郷誠二さんで有名な洋画家の方の絵も使ってて、ちょっと儚い美しい印象なんですけど、
それにさらにお酒も入ってて普段会社員をしてるんですけど、文房具とか雑貨の企画とデザインをしているので、お金を出して物として形に残るものっていうのがやっぱり普段からすごく好きなので、それとその飲酒が組み合わさっているのがカップ酒なので、それが多分その今まで続いた理由じゃないかなっていうのは思います。あとはその以前こういった活動をしていたら、そのガラス瓶メーカーさんからメッセージいただいて、ちょっと社内報とか業界誌みたいなのを出されてるそうなんですけど、それの取材をさせてくださいって伺った際に、逆に私の方がいろいろガラス瓶について教えていただくことが多くて、続けてるといろんないいことがあるなとは思いました。これは多分一番最初にカップ酒を買うきっかけになったものなんですけど、北海道の旭山動物園で売られているカップ酒3本セットでして、これもまたすごいのが一個一個に仕掛けがあって、この枠みたいになってるとこから覗くと反対側に高砂酒造さんの名前が見えるんですけど、分かりますかね。これはわざわざこの高砂酒造の上からこのグレーを吸ってっていう印刷の順番も考えなきゃいけなくて、でこれすごいのが、もうちょっとずらすと見えるかな、この反対側から子供の顔が、これは表から見ると黒が上なので、この顔の形になるように白い印刷を抜いて黒より先に印刷して、その上から黒をすると白の抜けたところから黒が見えてくるっていう、こういった活動を続けてると、このイラストレーターさんからメッセージいただいた時にすっごい長文でいただいたんですけどその方、子供の頃家族でいた食堂でお冷やのカップの空きカップで出てきたんです。それが忘れられなくて、絶対いつかカップ酒の仕事するぞって思ってイラストレーターをやってたそうなんです。夢が叶ったんでしょうね。集めたカップ酒をまとめた本になります。一冊で25本ずつ紹介してる。その缶に入っている酒蔵さんの場所と、インスタグラムのその写真とコメントをちょっと増やしたりとかしてまとめた本になります。このカップのいいところを見つけるようにしたら多分無限に出てくると思いますね。ここにも閲覧読んでおいていただいてありがとうございます。とんでもないです。もうお送りした手拭いも飾っていただいてバッチリ。日本酒の瓶とビール柄の手拭いがよくあるんですけど、カップ柄の手拭いはないので自分で作りました。サイン。サインいただいて。うちの店の初サイン。初。恐縮です。これも可愛いですよね。すごい可愛い。これはね、もちろん可愛いんですよ。ラブレターって感じがして。これに日本酒が入ってるっていうのは本当にずっと信じられないです。でもこれもすごいいい。これすごくない？月見えるんだ。もう反対側に月が印刷されてるので、この湖面に落ちた月を飲むっていう仕掛けになって、なんて粋なんだと思いました。私これもすごい好きで、長野県のアルクマゆるキャラな、飲みすぎないでねって書いてあるんですけど、カップ酒って1合入ってるんで 180ml なんですけど、これ 200ml 入ってるんですよ。なのに飲みすぎないでねって書いてあるのが悪いなって思いますね。信州、そうですね、これ金シャチ名古屋のカップ酒ですね。もうドンピシャ見てのままなんですけど、
他の多分カップ酒見ていただくと分かるんですけど、結構シルバーの蓋使ってるのが多いんですけど、あ、本当ですね。ちゃんと金シャチなんでこの金色のゴールドの蓋を使ってるのがこだわってるなって思います。普通だとこの下に一色いい黒で一色いいやつが多いと思うんですけど、これは多分黒と白と赤と3色使ってるのですごい贅沢ですね。うまい人ってジャケ買いみたいなもんだから。もうジャケ買いですよね。わかんない。こんなのって知らないから俺も。甘いのがいいとかやるともう、いや甘そうなのかみたいな。これお土産で。ありがとうございます。よかった。可愛い。揃えた甲斐が。集めてるっていうと、皆さん出張とか旅行のお土産で買ってきてくれるんですよね。これ1本大体300円ぐらいなんですよ。こんなに可愛くて物としても凝ってて、お酒も入ってるのに300円でこれが買えるっていうと、300円でこんなに喜ぶ人がいるっていうので結構皆さん覚えてて買ってきてくださいますね。カップ酒っていう言葉だけでお酒なんだとか、おじさんの飲み物なんじゃないかってやっぱり思われる方もまだまだいるんですけど、この本を作ったりとかしていると、こんな可愛いのあるんだとか、おばあちゃん家にあったとか、飲めないけどカップが欲しいから買ったっていう人も結構話しかけてくださったりするので、お酒っていう視点じゃなくても可愛いっていう視点で見ていただくとまた世界が広がるかもしれないですね。本当はやっぱりその印刷してるこれを見学に行きたいですね。やっていいよって言われたら多分この色でここの印刷を抜いてとか、でもここまで色を抑えてこういう工夫をしてるとかやりだしたらきっと楽しいと思うんですけど、もうそれは仕事になってきてしまうなって思うのでお酒を飲みたいのでチャランポラでずっといたいんじゃないですけど楽しんでいたいですね、ずっと。